ネバネバ役ネバ We Promise 黒です。はい。というわけで始まりました。今日はですね、約束のネバーランド、こちらの首筋についてる番号について考察をしていきたいと思います。今日も結論から述べさせていただきますと、マイナンバーは、逆から読む。じゃあなぜ逆からマイナンバー読むのかっていう考えに至ったかと言いますと、約束のネバーランドの4巻、こちらのこの帯の裏に白井先生がいつも書いてくださってる僕らのようなね、約束のネバーランドファンに向けてのマニアック見どころっていうのを毎回出してるんですけれども、ここの1番、首筋のナンバーの法則のほぼ答えみたいなヒントが本巻本編のどこかにありますと書いてあるんですね。で、この4巻についていろんなところをね、もう隅々まで読んだ結果、答えが載っておりました。そちらの答えとなっているページですね。ページ数が51ページ。51ページのレイが過去の記憶を遡ってるシーンになるんですけれども、こちらの真ん中あたりのコマ、耳にバチンって発信機が付けられてる描写の隣、レイが81194っていう書いてあるボックスというかベッドみたいな仕切りがあるところに入れられてて、その隣にいる子供の番号に注目してください。91194ってなんと連番になっているわけでございます。そしてなんで逆から読む発想に至ったかと言いますと、こちらの次のページ52ページですかね、最後のコマを見ていただくと、レイが鏡に映った自分を見るシーンがあるんですけれども、首筋の番号がポイントになってます。こちらなんと鏡で反転して映っているので、このコマこそが白井先生が言っていたここじゃないかと。普通に左から読むのではなく反転させて読むっていう考えに至りました。で、マニアック見どころは4巻の帯で言ってるんですけども、これ実は1巻でもこの描写実は登場しておりまして、そちらがどこかと言いますと、約束のネバーランドの1巻109ページになんとマイナンバーは逆から読むっていう伏線が貼られていたんですね。109ページの下のコマ、イザベラママがですね、首元の服を外して生き残るのは私よと言いながらこう首筋の番号を鏡越しに見つめるシーンがあるんですけども、ここですでに鏡に映る番号、つまり番号は普通に左読みするのではなく反転させて読むことに意味があるっていう風な伏線が貼られていたっていうわけでございます。グレイスフィールドにいる子供たちに番号をつけてこれを並び替えると綺麗に年齢順に番号がこう並んでいきます。この番号は簡単に言うと生まれてきた順番に付けられているのではないかという風に考えられるわけなんですけれども、エマの番号、ノーマンの番号、レイの番号っていうのがあるんですけれども、この番号を元にするとレイ、ノーマン、エマの順で生まれたっていう風に仮定ができるんですね。本編中でもレイが一番早く誕生日を迎えるということで、こちらの説は濃厚なんじゃないかなって思います。マイナンバーがこう逆から読むっていうことが分かったところで、気になる疑問が2つ出てくると思うんですけれども、まず1つ目、なぜグレイスフィールドハウスに連番の子供たちがいないのか。そして2つ目、過去に約4万9000人も食用児がいたのかっていう2つの疑問が出てくると思うんですけれども、ここで1についてなんですけれども、連番が存在しないということで、果たして他の子供たち、その前後の子供たちはどこに行ったのかっていうことなんですけれども、まずここで考えられるのが、いろんな農園に振り分けられている説、グレイスフィールドの他にもグランドバレーだったりグローリーベルとかいろんな農園があるとは思うんですけれども、そこに行ってるんじゃないかっていう説も立てられるんですけれども、ただグランドバレーはアルファベット2文字、数字3文字、数字3文字で、グローリーベルがアルファベット3文字、数字1文字、アルファベット1文字、数字1文字っていう農園によって振り分けられる場所も表記も違うので、なんでそんな面倒なことをするのかなっていう疑問もあるんですけれども、もしかしたらこれが鬼たちの世界で何かをこう識別するための番号であったりとか、生まれた時の基準みたいなものだったりとか、遺伝子とかなんかの DNA の関係とかでもしかしたら振り分けられているのかもしれません。8巻で鬼のルーチェがたかがグランドバレーだろっていうセリフがあるんですけども、これ明らかになんかたかがグランドバレーだろみたいな、グランドバレーの子たちをちょっと下に見るような発言があるので、もしかしたらランク分けされてるっていう可能性もあるんじゃないかなっていう。最上級のグレイスフィールド農園に比べて劣るようななんかこうポイントがある子たちはそっちに振り分けられたりだとかしている可能性も見えてくるんじゃないかなと思います。
2についてなんですけども、鬼と人間が交わした約束、こちらが1000年前だとしたら、1000年で約4万9000人の食用児が生まれているのか、それより前からもしかしたらそれがあったのかわからないですけど、それを元に計算をすると、クローネとかエマとの年の差で考えた場合、差が455あるんですね。つまり15年で455差っていうことになりまして、15年間で455人、これを1年間に直すと約30人ぐらいの子供たちが生まれているっていう計算になりまして、約30っていう数字に1000年をかけるとざっと3万人っていう風に計算することもできて、4万9000人っていう数字はね、ちょっとペース的にも早いような気はするんですけれども、それこそ、直近だったりとかでは年間30人ぐらいずつ子供たちが生まれてるっていう計算にはなるんですけれども、年によってはもしかしたら大量に農園に送られてた年があったのかもしれないっていう仮説が立てられるのではないのでしょうか。ざっと、このような感じでですね、また何か物語が進む上で番号だったり他の農園との関わり、または連番になってる子供たちっていうのが出てきたらまた面白い展開になるんじゃないかなと思いますので、またそういった伏線が出たら動画にしたいと思いますので、ぜひまた見てください。でもね、この年齢順に並び替えて見て分かることっていうのがもう一つ実はありまして、なんと8歳と2歳の子供が1人もいないんですね。見てくれたみんなありがとう。チャンネル登録してね。Twitter とインスタもやってるよ。フォローしてね。また見に来てね。これ何かあったよね。これ何かあったよね、きっと。これからも約束のネバーランドの結論から申します考察動画を上げていくので、ぜひコメント欄とかでも約ネバファンの皆様と一緒に盛り上がっていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。